はいどうも、一夜です。今日はですね、盆栽のすすめの第2弾ということでね、お話ししていきたいと思います。前回のですね、第1弾はですね、盆栽を始めるきっかけ、僕が盆栽を始めるきっかけと、あと継続できてる理由なんかをね、お話ししたんですが、こういう人はね、盆栽もしかしたら向いてるかもしれませんねっていうお話だったんですが、今回第2弾はですね、実際に盆栽を始めて僕の中で変わったことをですね、メリットとデメリットに分けてね、お話ししたいと思います。で、内容がね結構たくさんあるので、A パートと B パートにね分けて、今回の動画では A パート部分をお話しして、次回の動画でB パートっていう形にしようと思ってるんですけど、中身としては A パートはいろんな方が確かに始めてそういう風に変わったよねっていう風に思えることをねお話ししていきたいっていうのと、 B パートはあれそれ一夜さんだけじゃないですかねみたいなね、ちょっと変わったものをねお話ししたいと思います。じゃあ早速ねお話ししていきます。まずですね、全体を通してですね、やっぱデメリットっていうのがねあると思うんで、それ一つだけなんですけど、まずそのお話をしたいと思います。盆栽を始めてですね変わること、デメリットっていうのはですね、基本一つだけです。水やりが面倒、これだけです。水やりが面倒っていうのはですね、要はこれ長期の外出が難しくなるっていうことにもつながってくるんですけど、どういうことかっていうと、盆栽ってですね、基本的に水やりは春1日1回、夏1日2回、秋1日1回、冬は2、3日1回っていうペースでやっていくんですけど、水をねやるやらないに関係なく、基本的に毎朝または午前中にちゃんとね盆栽眺めて状態どうかなっていうふうに見なきゃいけないんですよ。なのでこれ365日続けますから、長期で外出しちゃうと毎朝できなくて、例えば水があげれなくて枯れちゃったとかっていうことがあると思うんですけど、そういうことがないように必ず毎朝見て、午前中ですね見て、水が必要だったら水やりすると。雨の日の場合、外にね雨が当たる場所に置いてれば、水は必要ないんですけど、それでも見る必要はあるので、必ずね確認して状態確認するっていうのがあるので、そこが唯一にして最大のデメリットですかね。他にもね始めたばっかりの方だと、肥料はどうするんだとか、あと剪定はとか、植え替えは針金掛けはとかってあると思うんですけど、もうそんなのはね全然後で全く大丈夫なので、肥料をやんなくて枯れることとかないですし、植え替えずっとしないと枯れますけど、根詰まりって言ってね、それもすぐに必要じゃないので、とりあえず水やりだけ毎日やるっていうのがね、ここだけがクリアできればもうね大丈夫です。で、一応対策として、長期で外出したいなっていう時はですね、この盆栽を買った盆栽園とかお店とかにねお願いすると預かってくれるサービスありますので、そういうところを利用するのもね手だと思います。僕ほどねたくさん持ってるとちょっとそんな預けるとかっていうことできないんですけど、5個とか6個ぐらいまでだったらそんな高い金額にならないと思うので、気兼ねなくねそのサービス利用してみるといいと思います。じゃあここからはですね、デメリット終わったんでメリットの話をしていこうと思います。もうねメリットはねたくさんあるんですけど、さっきの水やりが面倒っていうのの裏側になるんですけど、これね盆栽をやり始めると生活リズムが安定すると思います。さっきねお話しした通り、朝とか午前中に1回見てくれっていうのがあったと思うんですけど、毎朝その時間に起きるっていうね習慣がつくようになります。で、こうやってね日を浴びることによって、体内時計もねリセットされますし、お休みの日もね何にもなければ昼まで寝てるっていう方もですね、盆栽があると思えばですね、午前中からシャキッと起きると。シャキッと起きるために夜ゆっくり寝れないので、早寝早起きのスタイルになりますね。それによって、体調が良くなる方がいるかもしれない本当に合わない人は合わないんですけどね。はい、あともともとその不規則な生活リズムの方はこの盆栽にそもそも馴染まないので難しいんですけど、LED とかを使いながらね育ててみるっていうのもありますんで、そういうのもねいかがでしょうかね。だんだんとですね、その朝早く起きる夜早く寝るっていうのをやってるとね、小学生の時のようなね早寝早起きのスタイルに徐々になってきますね。僕は比較的だんだん寝る時間が短くなってきてる方なので、寝る時間は大人なんですけど、起きる時間は子供みたいなね感じになってますが、あの頃って結構早く起きて何にもなくても楽しかったりしませんでした？そういう風なね生活にちょっとずつなってきますんで、それも一緒に楽しんでみてもらえればなと思います。で、メリット2ですね。
これはね自宅で花見ができる。うちなんかだと、梅とか桜ですねがありまして、それをね、春、もしくは早春、冬3月とかかな、2月とかに見たりとかもできますね。都心部だとねなかなかその窓を開けて外を見ると花が咲いてる、桜が咲いてるってことはあんまないと思いますし、ちょっとね地方の方に行けば、窓開ければなんか咲いてるから全然いいよっていう感じになるかもしれないんですけど、こういうねマンションのベランダとかで外にあんまり自然がないよっていう方にはね、その自宅でお花見楽しめるっていうのはね、これ結構メリットじゃないですかね。女性の方だとね外出るのに化粧したりとかなんかいろいろ準備必要だと思うんで、家の中だとね、自由に楽しめますし気兼ねなく楽しめると思うんでおすすめです。花の種類でいうと、例えば2月とか3月に梅、4月に桜、5月にうちの場合だと、ヒメハクチョウゲとかキンロバイとか、あとウズラバタンポポとかかな。で夏になるとサルスベリが咲いて、秋でもね、10月桜って言って四季咲きのね、桜も咲きますし、結構ね長い時期いろんな花が見れます。であとはですね、花だけじゃなくて盆栽はね春にその新緑を楽しめたりとか、あと秋に紅葉で、冬はですね葉っぱが落ちちゃうと何もないかっていうと、果樹を楽しむ、その木の枝ぶりですねを楽しんだりもできるので、結構ねいろんな楽しみ方ができますよ。で最後のメリット3ですね。これはねさっきの季節ごとに木をいろんな形で楽しめるっていうのにつながってくるんですけど、日本の四季をねより、よく感じられるようになります。盆栽始める前はなんかこうおもむろに春になったな、夏になったな、秋になったな、冬寒いなみたいなだったんですけど、選挙カーがすごかったですねやっと行きました。でメリット3の続きですね。四季を感じられるということで、これね家の中に家の中ってベランダにあったり庭にあったりする盆栽を見て、春になってね芽が出たなとか、夏になってねこう葉が固まってきたなとか、花が咲いたりとか、もみじね紅葉を見て秋になってきたなとか、あと冷たい風がね当たる必要があるんでね紅葉ってね、そういう風な秋の感じ方があったりとか、冬になってくるとね、針葉樹とかね、こういうのか、松とかね心拍とかでも紅葉したりするので、それで冬を感じたりとかねできますし、あとね、これね通勤通学の通ってる道ですね。その道にこう立ってる木とかね、草とかいろいろあると思うんですけど、そういうものの変化もねこうより感じられるようになるので、春だなみたいなねを感じられます。あと自分の家にある木がこう外にもあったりすると、サルスベリとかよくあるんですけど、うちの周りではこんなにサルスベリってあったんだなって気づいたりとか、そういうね発見があったりして面白いですね。で自分家の花とねその外に立ってる木のね花の違いとかをこう楽しんだりとか、こういうとこが違うんだなとか、こういうのが盆栽向きなんだなとかね、こういろいろね考えたりできるんで結構面白いですよ。あと盆栽始めるとね四季のこう移り変わりと一緒に日の長さとかね日の高さとかもね結構感じられるので、それもね面白いとこですね。意外とね日が短くなるのって夏のね真ん中ぐらいからなるので、なんて言うんだろうな、秋になる前にはもうなんか夕方暗いみたいなね、そういう発見があったりとか、面白いですねはい、という感じで盆栽を始めて変わることですね、メリットデメリットをお話ししてきました。盆栽そのものだけじゃなくて、自分のこう環境とかね考え方まで変わるっていうね面白さがね盆栽にはありますのでね、是非ねそういうところをこう一緒にね体感してもらえたらなと思います。今日はね A パートだけなんですけど、次回ですねそれはあなただけでしょみたいなね B パートもね、本当はそっちがメインなんですけど、僕が喋りたいのはそっちなんですけど、それをねやっていこうと思いますので、次回もね是非見てください。今日はねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。